人類の戦いの歴史に終止符を打つ機体 XXXG00W0 ウィングガンダムゼロカスタム。ウィングガンダムゼロカスタムは新機動戦機ガンダムウィングエンドレスワルツに登場する機体で、主人公であるヒーローユイが登場するモビルスーツです。新機動戦機ガンダムウィングはシリーズを通して人類が戦い続けた意味をテーマに描かれている作品です。新機動戦機ガンダムウィングエンドレスワルツは新機動戦機ガンダムウィングの続編にあたるもので、人類にとっての最後の戦いとして描かれています。いいだろう、これが最後の出撃だ。ウィングガンダム系列の機体が登場したのが新機動戦機ガンダムウィングで、コロニーと地球の対立の中でコロニー側居住者により地下組織がオペレーションメテオを発動させます。まずウィングガンダムはオペレーションメテオのために建造された機体で、コンセプトとして1機で敵に壊滅的な被害を与えるというもので、非常に高スペックな機体となっています。しかしコロニーを人質とする地球連合側の作戦に敗北し、ヒーローは機体を地球側に渡さないために自爆という選択肢を選び、ウィングガンダムを自爆させ、ヒーロー自身も大怪我を負ってしまいます。ガンダムの主人公機で自爆した機体はウィングガンダムのみです。その後、人体と精神の不安定さを解決するために導入された操縦インターフェースであるゼロシステムを組み込んだウィングガンダムゼロが新たに製作されました。これはオペレーションメテオ時に作られた5機のガンダムの原型でもあります。ゼロシステムとは、システムが分析・予測した戦況の推移と対処法、それによって起こり得る結果をパイロットの脳に直接伝達し、勝利のために取るべき行動をパイロットに強制的に提示します。そのため勝利の確率が一番高い選択肢を選択することが可能になりますが、そのための行動とは基本的に短期での勝利を目的としたもので、時には味方の犠牲やパイロット自身の死といった非人道的な行動を強制し、パイロットに多大な精神的負荷をかけてしまい、このシステムを使いこなすには自身の感情をコントロールし、かつシステムの命令を抑え込むだけの強靭な精神力が要求されます。OVA 版新機動戦機ガンダムウィングエンドレスワルツが放映された当初、もともとウィングゼロカスタムはウィングガンダムゼロテレビ版と同じ機体という位置づけであるウィングガンダムゼロカスタムと表記されていました。しかし同一機体であるにもかかわらず、カスタムという言葉を使うと回収機と誤解を招く恐れがあるという考えから、プラモデルでは2004年に発売されたマスターグレード版以降、エンドレスワルツ版という表記に変更となりました。そんなテレビ版と同一機体としてデザインされたウィングガンダムゼロエンドレスワルツですが、敗者たちの栄光という作品で別の機体という設定に変わりました。敗者たちの栄光ではウィングゼロを回収したものとなっており、その前段階の機体としてプロトゼロと呼ばれる機体が登場しました。H 教授の設計図をもとにカトルの手で製造されたもので、武装コロニーを抵抗してきたオズのモビルスーツ部隊もろとも焼き払うなど凄まじい戦闘力を見せつけていました。しかしその後、メリクリュース、バイエイトを狩るヒーロートロワとの戦いでオズに鹵獲され、ゼロシステムを研究していたトランプ・クラークのもとに渡っています。しかし搭載されていたゼロシステムの負荷に耐えきれず、トランプはゼロシステムの多用によって徐々に精神が不安定になり、デュオの狩るガンダムデスサイズヘルとの戦いに敗北し、機体は自爆によって大破してしまいます。この機体を回収し改良を加えたものがウィングガンダムゼロカスタムです。これはテレビアニメ版の流れとその他の作品で少し流れが異なります。まずは新機動戦機ガンダムウィングエンドレスワルツ敗者たちの栄光という作品では、カトルによって10機が製造される経緯がテレビ版と同じですが、当初はテレビ版準拠のデザインであるプロトゼロとして登場し、自爆による損壊をきっかけに映像版エンドレスワルツの仕様に回収される流れになっています。これはハワードがゼクスのトールギス・フリューゲルとともに回収し、修理を後回しにしようとしましたが、ゼロシステムがトールギス・フリューゲルのウィングバインダーとウィングガンダムエンドレスワルツと似たボディを組み合わせたデータを提示し、それをもとに回収が行われ、ウィングガンダムゼロエンドレスワルツへと変貌する流れとなっています。回収前後ともに映像版エンドレスワルツでは省略されたネオバード形態への変形機構を持ち、回収後では機種兼用のシールドも登場しています。ツインバスターライフルは後にオリジナル品のメッサーツバーク3機を装着したドライツバークバスターに強化され、最終話のリーブラ撃墜時には6機を装着したドライツバークバスタードッペルトとして運用されます。
よってこの作品ではプロトゼロはテレビアニメ版のウィングガンダムゼロという位置づけになっており、最終決戦時には翼があるウィングガンダムゼロカスタムとなっています。一方、新機動戦機ガンダムウィングフローズンティアドロップではプロトゼロの誕生までの経緯も作品に掲載されています。経緯としては先行開発された試作0号機の設計をもとに2機が製造されたといいます。試作1号機はアフターコロニー186年頃に6人の科学者の1人ドクター J が製造し、ヒーローのジップであるアディン・ローがある任務で登場します。1号機はゼロシステムなどはまだまだ運用できるレベルではなく、プロトタイプとしての側面が強かったと言われています。2号機は未完成だった武装やシステムを実用レベルに引き上げた上で搭載しており、プロトゼロはこの2号機にあたります。ウィングガンダムゼロカスタムの武装は非常にシンプルです。まずは超強力な火力を誇るツインバスターライフルです。またその火力をさらに強力にするユニットであるメッサーツバークです。このユニットを装備することで元を重心に装着したドライツバークバスターとして使用することが可能です。その他の武装としては4重心式機関砲のマシンキャノンとビームサーベルのみです。基本的に戦闘としては超強火力のバスターライフルと機動性で押し切るような戦闘スタイルが考えられています。防御面では対ビームコーティングが施されたウィングシールドです。これは長距離飛行用のネオバード系対時には機種となります。ウィングガンダムゼロカスタムの特徴は何といっても翼のデザインですが、これは機能的には推進機として特化しています。この主翼は地上では文字通り翼として、宇宙空間ではアンバック作動士として機能し、機体にトールギスをはるかにしのぐ大推力と機動性、運動性を与えます。大気圏突入時は主翼全体で機体を覆う大気圏突入形態を取り、摩擦熱から機体を保護し機体を守る役割を持ちます。たとえ主翼を2枚喪失したとしても飛行能力が損なわれることはありません。この翼はフラクタルフェザーレイヤーストラクチャー、自己相似形状金積層構造と呼ばれるナノサイズの部材の集合体となっており、放熱衝撃発生時に部材を羽毛のように剥離させ再編成する機能を持つため、劇中では羽が舞い散るような描写も取り入れられました。なお模型化される際は天使の羽をイメージした作りになるウィングゼロカスタムですが、劇中では主翼内部にスラスターが内蔵されているシーンが登場しています。劇中の活躍としては、大統領府を覆う対核シェルターをツインバスターライフルによる3連続同視点射撃により崩壊させる活躍を見せましたが、最終的にチャン・ウーフェイがカルアルトロンガンダムとの戦いで蓄積したダメージとツインバスターライフルの最大出力による連射反動に耐えきれず大破してしまいます。ただこれは平和な世界にガンダムはいらないというヒーローなりの答えを見つけ出した瞬間でもありました。その後の歴史の中でガンダムを含むモビルスーツという兵器の存在は二度とその姿を現すことはなかった。マーズスーツってのはちょっと無理があるんじゃないかな。本日の解説はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。